こんにちは。皆さんシムレーシング楽しんでいますか？今回モザ SR-P ペダルを購入したのでレビューと今まで使用していたファナテックペダル V3 との比較を行います。まずは開封しながら簡単に機能紹介していきます。こちらはフットプレート兼ペダル固定ベースです。スロットルペダルです。素材は高張力鋼を使用しているので薄く華奢な見た目より強度は高そうです。ブレーキペダルです。スプリングとウレタンの素材の違いでブレーキの感触をシミュレートしています。ブレーキは圧力センサーと角度センサーを利用して制御しています。これがモザを選んだ最大のポイントです。M4V で各ペダル4箇所ずつ固定されます。ペダルの間隔もボルトの位置で調整できます。本体の固定は後ろにパイ10の穴が3箇所、付属の M8V で固定します。前にパイ8の穴が2箇所、こちらは M6V を使用。各ペダルからの配線はスロットルペダルにあるコネクタに接続。こちらから PC に USB で接続します。取り付けに関して2点不親切なところがあったのでお伝えします。1点目は固定する穴の寸法がどこにも記載がなかったことです。寸法はこちらです。参考にしてください。2点目はベースプレート取り付け用スペーサーの長さが中途半端なところです。ミスミでぴったりになる寸法でスペーサーを購入しました。取り付け寸法や方法が事前にわからないと商品が届いてから加工や部品購入になってしまうのでマニュアルに記載してほしいですね。コックピット固定用のアルミフレームに取り付けて準備ができました。角度センサーは各ペダルのこちら。16ビットの磁気エンコーダを使用していてホールセンサーよりもはるかに高い分解能と安定性があるようです。圧力センサーは最大 75kg、 踏み込んだ奥の制動力はこちらでコントロールします。アルミフレームは 40mm 角、前側は 40×80 です。ペダルの重さを測ってみました。ざっくりした適当な方法なので参考になるか分かりません。ウレタンとスプリングのオプションキットを追加購入。ウレタンがソフト、ハードの2種類。スプリングはソフト、ミッド、ハードの3種類。組み合わせは6パターン。ウレタンはもっと荷重をかけることができるのでペダルの重さは最大値ではありません。参考程度にお考えください。続いてソフトの紹介です。モザピットハウス、こちらで設定していきます。まずはペダルのキャリブレーションを行います。スタートキャリブレートのボタンをクリックしてペダルを踏み込みます。これで完了。踏み込む量は個人の感覚で差があるのでしっくりくる位置を探してみてください。各ペダルの出力特性カーブを変更できます。ファナテックのソフトはこの機能がありません。
調整幅の広さではモザに軍配ですね。出力カーブの角度を変更することもできます。キャリブレーションした後に最大踏み込み位置を微調整できます。こちらのバーで角度センサーと圧力センサーの効き方の割合を調整します。バーの青色部分が角度センサーの割合。100% にすると圧力センサーは効かなくなります。逆に 0% にすると角度センサーが効かなくなります。説明が難しいのですが、30% から 50% ぐらいが自然なブレーキの感覚になります。それでは鈴鹿サーキットで比較テストを行います。ファナテックではペダルの重さを変えたりダンパーを追加してみましたが、いいセッティングにはたどり着きませんでした。私はシムペダルにリアルさは求めていません。なぜならレーシングカーやバリバリのチューニングカーのブレーキを踏んだことがないので比較できないからです。自分が意図した挙動を忠実に出力してくれるスイッチとしてのペダルが理想です。 S 字での姿勢を変えるためのちょんとしたブレーキの時は角度センサーのおかげでコントロールしやすいです。ファナテックで不満だったところは意図せず制動力が抜けるポイントがあった点でした。自分では一定の動力で踏んでいるのですが、抜けて谷ができています。青い線がモザのデータです。ヘアピンでフルブレーキした状態のタイヤがロックする一歩手前、一番制動力が強い位置をキープできています。これは角度センサーによってペダルの位置が一定なら制動力も一定になるためだと思われます。あとはセンサーの解像度がファナテックの12ビットに対して16ビットと圧倒的に高精度なことも影響しているかもしれません。解像度の差ははっきりと体感できないですが、ペダル操作に対して車の挙動がリニアに反応してくれると感じます。試験員でのブレーキングもリリースしながらの進入、アクセルコントロールでの姿勢の制御もやりやすくなりました。おかげでタイムも向上、初めて52秒台に入りました。モザ1分52秒810、ファナテック1分53秒013となりました。お値段の比較はこちらです。価格的にライバルはファナテック CSL エリート V2 になると思います。世間には何十万もする高級ペダルもあります。しかしそれが自分に合っているかは購入してみないと分かりません。私はモザ SR-P ペダルを購入してよかったと感じています。4万円も払ってたった 0.2 秒だけかと思うか、たった4万円で 0.2 秒もと思うかは皆さんの価値観にお任せします。最後に、今回の比較はあくまでも草シムレーサーが操作したアイレーシングの F3 マシン限定でのレビューになることをご理解ご了承ください。それでは楽しいシムレーシングライフを。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。